今回は鹿児島県を中心に車で巡っていきます。まずは鹿児島空港でレンタカーを借り、関の尾の滝を目指します。関の尾の滝に到着。滝の前には吊り橋が架けられており、滝を間近に見ることができます。滝の周辺には散策路があり、滝の上流には凹穴群もあります。凹穴群は増水のためよく分かりませんでした。岩吉御所跡に到着。ここで荘園の役人であった是宗忠久が荘園の地の名前を取って島津忠久と名乗ったことから島塚の始まりの地とされています。焼酎の里霧島ファクトリーガーデンに到着。ここは焼酎で有名な霧島の製造工場です。工場見学ができるほか、焼酎に使われている天然水霧島劣化水の泉を無料で汲むことができます。妻霧島神社に到着。霧島六社権現の一つで伊佐凪命を主催神としています。戸塚の剣で3つに切られたという神石です。ここには2つしかありませんが、3つのうち1つは雷神となって飛び去ったと伝えられています。次は鬼が一夜で積んだと言われる999段ある鬼岩階段を登ります。痛い。雨で濡れた石段で滑ってしまい、右足の小指の爪が剥がれるほどの負傷を負ってしまいました。初日からついていない。スポーツサンダルではなくちゃんとした靴を履いて登るべきでした。青島神社に到着。青島神社は青島の中央に社があり、向かう途中に鬼の洗濯板があります。ここは有名な神話海幸彦山幸彦の舞台で、山幸彦と豊玉姫が結ばれた地でもあることから縁結びにご利益があると言われています。
堀切峠に到着。ここからは鬼の洗濯板を上から見渡すことができます。宇土神宮に到着。地元で宇土さんの名で親しまれている宇土神宮は彦渚竹宇賀や吹合津の命を主催神としています。宇土神宮の神主はうさぎです。その理由は宇土の宇賀に転じてうさぎになったと伝えられています。本殿が洞窟にある珍しい神社で、洞窟の中には撫でると病気平癒や開運などの願い事が叶う撫でうさぎや、豊玉姫が子育てのために乳房を岩にくっつけたお乳岩もあります。名物の運玉投げもあり、宇土神宮本殿下の磯にある亀のような形をした岩の亀石にくぼみが、そのくぼみに運玉を投げ入れることができたら願いが叶うと伝えられています。くぼみに入った運玉は毎日回収されており、縁起がいいということで運玉のお守りとして販売しています。帯に到着。帯は天正16年1588年から明治初期までの280年間、伊東市が帯藩の城下町として治めていました。帯城は天守閣は残っていませんが、復元された大手門や風情のある石垣が残っています。城だけでなく城下町も残っており、江戸時代を彷彿とさせる街並みが楽しめます。都井岬に到着。入り口はこのようにゲートが設置されています。ゲートを設置している理由は、都井岬では江戸時代の高鍋藩秋月家によって設置された繁栄牧場で馬が飼育されていました。現在その飼育されていた馬が野生化して都井岬に生息しており、岬馬として天然記念物に指定されています。野生の馬ですが人に慣れており、人を怖がりません。むしろ近づいてきてこっちがビビります。
到着が遅くなりゆっくりしたかったですが、残念なことにすぐに暗くなってしまいました。佐多岬に到着。ここでは朝日を見るために早めに出発しました。佐多岬は九州本島最南端北緯31度線上に位置し、南端の断崖の展望台からは海を一望できます。岬には昔使われていた灯台森の感謝跡が残っています。また境内が南国の雰囲気の岬神社があります。小川の滝に到着。小川上流にある落差46メートル、幅60メートルの滝で、上から見るとこんな感じです。小川の滝はできれば駐車場から滝壺まで約1200メートルの遊歩道を歩いていくことをお勧めします。遊歩道のそばに川が流れており、だいぶ癒されました。遊歩道を歩いた先の滝壺では、このような綺麗な滝が見られます。JAXA 内之浦宇宙空間観測所に到着。ロケットの打ち上げは種子島が有名ですが、ここでも科学観測ロケットや科学衛星の打ち上げを行っています。打ち上げ時以外は構内を見学することが可能です。
また宇宙科学資料館では宇宙関連グッズの自動販売機もあります。菅原神社に到着。別名は荒平天神とも呼ばれ、学問の神様菅原道真公が主催神としています。神社の鳥居は小島と海岸を結ぶ砂州に立っていて、満潮時には島に渡ることはできません。潮の満ち引きや時間帯、季節によってさまざまな表情を見せてくれる神社です。桜島に到着。桜島は元は島でしたが、火山の噴火により陸続きになりました。火山の展望台ほか、海軍基地跡や火山の噴火のすごさを物語る黒神埋没鳥居など観光スポットは盛りだくさんです。霧島温泉に到着。温泉が流れ落ちる贅沢な丸尾滝です。滝の上流には千畳敷もあります。近くには霧島温泉最古の岩風呂、目の湯があります。試しに足をつけてみましたが、暑くてとても入れませんでした。日が昇る前に高千穂の峰に登ります。山の上からは霧島連峰や鹿児島湾が一望できます。登山道は火山質の砂で非常に登りづらかったです。高千穂の峰の頂上に到着。頂上にはイザナギとイザナミが突き立てたと伝わる雨の坂鉾があります。これを見たくて登ったようなものですが、想像より小さかったです。幽門滝に到着。幽門滝は網掛川中流にある高さ46メートル、幅43メートルの滝です。東人がこの滝を称して感度の龍門の滝を見るのがごとしといったことから龍門滝と呼ぶようになったと伝えられています。城山公園展望台に到着。高台にある公園からは鹿児島市街と桜島を一望できます。公園に行く途中には西郷隆盛の終焉の地、西郷隆盛洞窟もあります。知林ヶ島に到着。知林ヶ島には干潮時にしか姿を現さないチリリンロードを渡っていきます。トンボロ現象でできた砂地は歩きにくく、島にはたるまですごく大変です。島には立っても島の散策するのに長い階段があり、これも大変ですので行く方は覚悟してください。指宿に到着。
今回は砂風呂と玉手箱温泉が両方入れるセット券を購入。玉手箱温泉の露天風呂は和風露天風呂と洋風露天風呂があり、奇数日と偶数日で男女が入れ替わります。両方入れればいいのですが、どうせ行くのなら開門岳が一望できる和風露天風呂をおすすめします。長崎鼻に到着。長崎鼻は薩摩半島の最南端の岬です。乙姫を祀った竜宮神社もあり、土産物屋には面白い店もありました。西大山駅に到着。 JR 日本最南端の駅として有名で、ここからも開門岳がきれいに見ることができます。幸せを届ける黄色いポストも有名ですね。バンドコロバナ自然公園に到着。日本地図作成のため全国を実測した伊能忠敬が天下の絶景と絶賛した景勝地です。バンドコロバナ自然公園には火山活動と海の浸食によって岩礁がぐるりと囲っている海の池があり、干潮時には池の周りを一周できます。さらに近くの板鉄は物主神社に向かいます。別名鎌蓋神社と呼ばれるこの神社は、蓋を頭の上に乗せ鳥居から神社まで落とさずに歩ければ願いが叶うと伝えられます。やってみましたがなかなか難しかったです。本州の最南端の始発終着駅の枕崎に着いた時にはすっかり日が暮れていました。知覧に到着。知覧では重厚な石垣に大狩りの植え込みが特徴の武家屋敷があります。特攻隊の拠点の地としても有名で、基地の跡地には知覧特攻平和会館が建てられています。平和について考えさせられる施設でした。また知覧は日本茶の産地としても知られ、茶葉県丘とも呼ばれる高塚丘からは茶畑が一望できます。道は狭いので大きな車は注意してください。黒瀬戸に到着。大潮の時は渦潮もできる日本三大急潮の一つです。この時は渦潮はできていませんでしたが、流れが速いことがよくわかります。泉に到着。泉も薩摩藩の途上として栄えた地で、今も武家屋敷が残っています。藩内で最初に築かれ、規模も最大であったと言われています。曽木の滝に到着。滝幅に110メートル、高さ12メートルの壮大なスケールを誇り、東洋のナイアガラとも呼ばれる曽木の滝。夏は水量も多く豪快ですが、私が行った時は大雨の影響で展望台は破壊されていました。霧島360池湧水に到着。日本名水百選に選定され、日量約6万トンの水量が湧水しており、地域全体の生活用水としても活用されています。水汲み場もあり、ペットボトルなどがあれば無料で持ち帰ることができます。犬飼滝に到着。犬飼滝は中津川の中流部にある高さ36メートル、滝幅22メートルの滝です。分野清麿や坂本龍馬などもここを訪れたことがあるとのこと。
上の展望台から降りるか、川沿いの散策路で滝壺の近くまで行くことができます。散策路の途中に温泉の分け湯があったのですが、見事に土砂で埋まっていました。和気神社に到着。宇佐八幡宮神託事件、道教事件で活躍した和気の清丸を祀る神社です。イノシシが和気の清丸を守護したと伝わっており、拝殿前には全国的にも珍しい狛イノシシなど至る所にイノシシがいます。霧島神宮に到着。霧島六社権現の一つで、天孫降臨神話の主人公であるニニギノミコトを祀った霧島神宮は度重なる噴火により社殿の消失と移転を繰り返してきました。現在の社殿は江戸時代に建てられたもので、2022年に国宝に指定されています。高台にあるため展望台からは町が一望できます。霧島東神社に到着。霧島六社権現の一つで、イザナギノミコトとイザナミノミコトを主催神としています。高千穂の峰山頂は飛び地境内で、山頂の雨の坂鉾は社宝として祀られています。参道の途中にて水車があるのですが、人が来ると水が流れ出します。センサーがどこにあるか分からず不思議でした。大路原神社に到着。神武天皇のご降誕地として伝わる大路原神社は、御祭神として神武天皇が祀られています。溝の口洞穴に到着。洞穴の中から入り口を見ると、神秘的な風景が見られる溝の口洞穴は天然記念物にも指定されています。大きさは横 13.8 メートル、高さ 8.6 メートル、入り口から224メートルの地点までは調査で確認されていますが、その先どこまで続いているのかは不明とのことです。ここで今回の旅は終了で、鹿児島空港に帰ります。温泉やいい景色、美味しい料理なども楽しめて鹿児島を満喫できました。次回もいろいろなところに行ってみたいものです。トータルの走行距離は 1627km でした。ご視聴ありがとうございました。良ければ他の動画も視聴していただけると嬉しいです。